子育ての際です。子育て毎日のこと、子供がスマホ持ちたいって言い出したどうしようとか、お家の鍵なくしちゃったどうしようとか、なんか新しい習い事始めたいって言い出した今やってる習い事やめたいって言い出したどうしようとか、その都度対応していくようなことあるかと思うんですけど、ハピネスメソッドは子育ての土台、基本になる考え方です。発達障害持ってる子たち、でこぼこ大きかったり、個性強かったりで、親から見て気になることがあったり、子供自身も自分の個性特性まだ使い方わかんない、生かし方わかんない、それで困ってたりするから、サポートの仕方特に重要です。個性が強い分、それぞれの子に合うサポートの方法、それから自分たち親子に合うやり方見つけられると、成長わっと出てくることがあります。なのでそれぞれの子に合うサポートの方法、自分たち親子に合うやり方見つけていくこと重要です。ハピネスメソッド3つ紹介していきます。1つ目は、お父さんお母さんたち急がないでという内容です。勉強のことにしても、コミュニケーションのことにしても、身の回りのことにしても、今これやらせとかなくちゃとか、早くこれできるようにさせなくちゃとか、あんまり強く思わないでくださいっていうことです。子どもの成長、本人のマイペースで進んでいる時に一番出てきます。だから子どものマイペース大事にしていくこと推奨です。マイペースっていうのは、本人が一番心地よく進められるペース、やる内容によっても変わるし、コンディションによっても変わるんで、その時々の本人のマイペースを大事にしていく。で、マイペースで進んでいくと成長も出やすいし、親子の関係も良くなりやすいです。2つ目は、子どもとのコミュニケーションを大事にしていくっていうことです。コミュニケーション、子どもの成長にとって不可欠です。人間の赤ちゃん生まれてきて放っておいたら成長しません。心の成長だけじゃなくて体も成長しない。だから赤ちゃんの頃と比べて体が大きくなってるとか、名前呼ばれたらパッとわかるとか、おしゃべりするようになってるとかあれば、こういうのは全部コミュニケーションを通じて身につけてきてる。コミュニケーション、子どもの成長にとって不可欠だから大事にします。で、コミュニケーションどういうものか、ちょっと確認しておくと、2人以上の人がいて、お互いに感情、気持ち、考え、意思とかを伝え合うっていうことです。この中で特に大事なのは、お互いに伝え合うっていうところです。で、子供たちはまだお互いにっていうの下手くそかもしれないから、まずはお父さんお母さんたちが子供の気持ち、感情、考え、意思大事にしてあげる。それからコミュニケーション、普段の暮らし見てもらってもいっぱいあると思います。コミュニケーションは、普段の暮らしにも不可欠。
AI とか、いろんな技術発展していっても、私たち人間の暮らしはコミュニケーションを通じて進んでいくでしょうっていうことがあります。なのでコミュニケーション、今現在の成長にもいい、それから将来に向けても必ず役に立つ。大事にしていきます。3つ目は子どもの趣味、お気に入りの世界を大事にしていくっていう内容です。子どもの趣味、お気に入りの活動っていうのは、その子の個性が周りの世界の何かに反応してこれって選んできたものだから、その子の個性が一番シンプルに現れているものっていうことです。子どもたちが自分で選んできた成長の舞台みたいな感じで、子どもの趣味、お気に入りの活動を大事にしていくといいこといっぱいあります。一つは子どもたち自分の好きな活動をしてるとき楽しいなと思ってるだけでよく言われる自己肯定感楽しいなって言って活動してるとき自分のこと OK って思えてるっていうこと、これが一つ。それから、暮らし豊かになってる、これもプラス。それから、趣味お気に入りの活動あるとどっかで誰かと会った時に同じ趣味似た趣味持った人と出会うと仲間になりやすい、友達できやすい、コミュニケーション生まれやすい、これもプラス。それから好きでずっとやってた活動気がついたら仕事に結びついてるということもよくあります。こんないいこといっぱいあるゾーンなんでお父さんお母さんたち応援してあげる、一緒にやってみるで良さシェアできたらそれそのものももう豊かさ、子どもたちの趣味お気に入りの世界大事にしていくといいです。ハピネスメソッド1つ目、急がずに子どものマイペース大事にしていく。2つ目、子どもとのコミュニケーション大事にしていく。3つ目、子どもの趣味お気に入りの世界大事にしていく。この3つあるとそれぞれの子に合ったサポートの仕方、それから自分たち親子に合うやり方、進め方見つけやすくなります。そうするとその子らしさ出てきます。それから親子の関係もいい形で進めやすくなります。ハピネスメソッドを目指すところはそれぞれの子がその子らしく成長していくこと、今現在の暮らしがいいものであること、それから将来世の中に出て暮らしやすいように自分の良さ発揮しやすいようにこんなところを目指して進めていきたいと思います。ハピネスメソッドは子育ての基本の考え方の部分です。考え方だけだと分かりにくいっていうこともありますので、実際にハピネスメソッドを使ったケース、グッドサンプルケーススタディの動画も用意してあります。よかったらご覧になってください。